お久しぶりです。ウォーレン・バフェット決まる田中です。今日は経済的安定を築くための10のルールというお話をしていきたいと思います。私のチャンネルで去年作ったウォーレン・バフェットの動画が結構再生されてるんですよね。なので今日はみんな大好きお金の話っていうことで、ミニマリズムともかなり深く関わってくる部分なので、バフェットの考え方とかこれまでの行いをもとに、自分流にちょっと噛み砕いてご紹介していきたいと思います。ラジオ感覚で作業用に最後まで聞いてください。ウォーレン・バフェットに関してはもう説明するまでもないですけども、バークシャー・ハサウェイの代表をやっていて、投資家の中でもかなり尊敬を集める人として知られています。で、結構彼自身はユーモラスなところもあったりして、親しみやすい魅力がありながらも、時にクリティカルな発言をしたりとか、何かと取り上げられることが多いんですけど、だいたい推定資産が1500億ドルとされていて、その数字に彼の実績とか、これまでやってきた成果が現れていると思います。もしあなたが投資家でなくても、たとえ投資をしていなくても、この息苦しい日本で生きていくためにも必要なマネーリテラシーになると思います。一つ目、絶対に損をしない。バフェットのアドバイスで結構有名なものです、これは。で、ルールを定めていて、ルール1が絶対に損をしない。で、ルール2は、そのルール1を絶対に守ることっていう風に言っています。つまり投資を行うときに損失を出したまま続けないっていうことですね。これはなかなか面白いことで、彼にとってはだから、いかに損をしないかっていうことが大事であるっていうことです。これは結構意外に思えるかもしれませんよね。自分自身もこれまでいろんな投資やってきましたけども、例えばデイトレードであれば、損切りラインを必ず決めて、そして自分のリスク許容度を完全に把握した上で行うっていうことをやれば、ある程度レバレッジかけた上で勝負ができるっていうね、そう思うはずです。で、自分もそういう風な手法でやってたこともあります。ただバフェットに関しては一切損をしないと。それを決めていると。まずそれがルールの一つ目です。第一前提になります。ルールその2、低価値で高い価値を手に入れる。です。彼が重要視している原則は、価格というのは支払うものであり、価値というものは得られるものであるっていうふうに言っています。つまり、得られる価値に見合わない価格を支払うことは損失になるということです。例えばクレジットカードとかローンで高い金利を支払ったりとか、滅多に使わないものに対して大きなお金を使うっていうことですね。代わりに質素な暮らしをしなさいっていうことを言っています。こういうふうな何もない部屋で、毎日パンと水だけを食べながら、合計65個の持ち物で暮らしながら、T シャツは3枚しか持たないみたいな、そういう話じゃないんですけども、そういうのはやりすぎでエクストリームミニマリストって言うんですけども、例えばこういうことを言っています。株であれ、靴下であれ、私は価格が値下げされている時に、質の良い商品を買うのが好きであるってことを言ってます。Whether we are talking about socks or stocks, I like buy quality merchandise when it marked down. 英語でそういう風に言っています。ソックスとストックスをかけてるんですね。なかなか面白い冗談ですが、個人的には彼がどんな靴下を履いているのかが気になります。ルール3つ目。健全なお金の習慣を身につける。フロリダ大学の講演で彼はこういうことを述べていました。ほとんどの行動は習慣的なものであり、習慣の鎖というのは重すぎて断ち切れなくなるまで軽すぎて感じることがありません。つまり私たちの消費行動のほとんどは習慣によってもたらされているということです。で、その買ってしまう習慣っていうのは自分では気づけないし直すことができないっていうことですね。だからこそお金を使わないっていうその大元を断ち切るっていうことが大事です。で、例えばお金を使いすぎる習慣を持っている人たちはそれが夜遊びだったりお酒だったりとか、ギャンブルだったりとか、人によっていろいろあると思いますけども、自分の1ヶ月の支出の中で最も分量が、ウェイトが多いものを洗い出して、で、その習慣をなるべく少なくしていく。あるいは断ち切れるのであれば断ち切っていく。そのようなことが大事になります。そしてそういうことを行うことによって、健全なお金の習慣を身につけることができます。ルール4つ目、借金。特にクレジットカードの借金は避ける。です。バフェットは多くの人がやるように利息のために利息を返すために働くのではなくて利息を働かせることによって富を築きました。90年代初頭にノートルダム大学で行ったスピーチでこのようなことを述べています。酒とレバレッジ。つまり借金をすることで失敗する人を多く見てきたと。この世にレバレッジはほとんど必要ありません。賢ければ借金をしなくても大金を稼げます。そういうスピーチをしています。バフェットは特にクレジットカードを警戒しています。これは前回の動画でも話したことですが、彼は1枚だけアメリカンエクスプレスのクレジットカードを取得していますが、ほとんどそれを使うことはないと述べています。クレジットカードの金利は非常に高く、18% や 20% にもなると。で、バフェットでさえ 18% で借金をしてしまったら、私は破産してしまうだろうと述べています。それはつまり、
彼が投資で上げるパフォーマンス以上のものがクレジットカードの金利にはかかってくるという意味でもあります。で、おそらくこの文脈で言われているのは、クレジットカードの借金ですので、一括払いではなくて、分割とかリボ払いのことについて言っていると思います。一括払いで支払う分には金利はかかりませんからね。そしてキャッシュレスの現代においてはクレジットカードを使うことは必須ですので、ポイントもつくので、その辺の管理がうまくできる人であれば、むしろクレジットカードを使うことは資産形成に有利に働くと思っています。ただし何があっても借金とかリボ払いは NG ということですね。5つ目のルールは、手元に現金を用意するです。最近私たちが住む日本でもどんどんインフレが起きていて、円の価値がどんどん下がっていってるわけですけども、それでもバフェットのルールとしては、安全資産としてキャッシュは必ず確保しろというメッセージです。その理由の一つは現金の流動性にあります。家とか不動産みたいな固定資産はなかなか現金化が難しいですが、株はまだ流動性がある商品だとは思います。それでもやっぱり株でも現金化するには時間がかかるものです。それに対して現金はそのまま緊急事態にも使えてしまうというふうな利点があります。企業であっても個人であってもやっぱり現金を手元に置いておくのはもったいないので、それを投資してなるべく運用していきたいという気持ちがあるのも確かだと思います。しかしバフェットはこれに対して企業にとっての現金は個人にとっての酸素のようなものだと述べています。それがある時は誰も気にしないが、それがない時には一番最初に頭に浮かぶものだと言っています。確かに私たちはこの地球上にある酸素を当たり前のことだと思いすぎて毎日気にすることはありません。ただそれがなくなった瞬間に酸素を意識することになります。現金はそれと同じだということをバフェットは言っています。ルール6つ目、自分に投資をしよう。バフェットは多くのインタビューで自分自身に投資をしなさいと話しています。自分自身こそがあなたの最大の資産なのですということを言っています。それは自分の能力を磨いたり、自分の価値を高めるために行うことはすべて自分自身の将来の実質購買力という力によって現れてくるからです。投資の力や目利きの力を一夜にして身につけることは難しいです。だからこそ、まずは自分自身に投資をして勉強することによって、将来的に良いものに投資したりとか、ビジネスにベットする力が身についてきます。自分自身に対して投資したものは10倍になって返ってくるとバフェットは言っています。しかもそれは他の資産や投資とは違って誰にも課税されないもので、誰も盗めるものではないっていうことです。ここに自分自身に投資をする大きな意味があると思います。7つ目のルールは、お金について学ぶことです。これは先ほどの話ともつながるんですけど、自分自身に投資をするということは、お金について学ぶことにもつながります。バフェットはあるインタビューの中で、リスクとは、それが何をしているかわからない時に生じると言っています。これは確かにそうで、何も知識がないままいろんな投資に突っ込んでいくことが最もリスクであるっていうことです。そのリスクをヘッジするには自分自身で勉強をしてファイナンシャルリテラシーを身につけるしかありません。特にこの日本では教育機関がお金に対する教育などを全くしないままみんな大人になります。そしてそのまま会社に入って社会保険なども会社が徴収するようになっているので、個人では全く何も知らないまま、税金のことは何もわからないまま、毎月大きな金額が引かれて課税されているという状況があります。そういう会社員がフリーランスになるとわかるのですが、私たちはものすごい金額を課税されています。そういう意味で改めてバフェットがお金について学ぶことは大事だって言ってることはすごく納得できると思います。最近は SNS 時代になって怪しい情報とかもバンバン増えてきて、何が本当かわからないっていう風な世界観になってきましたけど、でも逆に昔よりは YouTube とか SNS でお金のリテラシーについて正しい情報を発信している人たちがいるので、状況は良くなっていると思っています。ただし古い価値観というのは未だにはびこっていて、年配の人たちはお金の話をするのが嫌いだったりとか、それを汚いものだと思っている風潮がまだあると思います。だから私たちはそれぞれの状況に合わせて学んでいく、きちんとした知識を身につけていくことが大事になると思います。ルール8つ目は、ポートフォリオには低コストのインデックスファンドを信頼して組み込むです。バフェットのアドバイスは時に抽象的なものがあったり哲学的なものがあったりしますけども、平均的な投資家に対してはインデックスファンドの購入をお勧めしています。彼が自分たちの子供に残すなら、アメリカの市場に分散されたインデックスファンドを選ぶというのは有名な話です。時期によって彼の戦略とかアドバイスは異なるのですが、インデックスファンドに関しては長年お勧めしています。低コストのインデックスファンドに投資すれば、
しかもそれを10年以上かけて分散投資することによって、同じ時期に一括で投資を始める人よりも 90% 以上良い成績を収める可能性があるというふうな話もしています。ルール9個目は、恩返しをするです。昔々道端で腰を痛めたおじいさんがいて、その人を助けたら、5年後に私のホワイトボックスに1羽の鳥がやってきて、記事を折り始めました。それはあの時助けたウォーレン・バフェットだったのです。そういう恩返しではなくて、彼はインタビューでこう語っています。人類の中で最も幸福な 1% に属するのであれば、残りの 99% の人々のことを考えるのは、残りの人類に対する義務だ。そう言っています。彼は莫大な資産を成してしまったその 1% を代表する人として、言葉だけでなく行動でいろいろ示しています。それは彼がいろんな団体に寄付したりとか、自分の財団を作ったりとか、マイクロソフトのビル・ゲイツと一緒にギビング・プレッジというものを創設したりしています。これはバフェットのような億万長者でなくとも、誰かに恩返しをすること、誰かに貢献することによって人生は豊かになると思います。私たちが個人のお金を考えるよりも先に意識すべき事柄かもしれません。ルール10個目は、お金を長期的なゲームとして捉えるです。資産形成やお金を貯めることに関して焦る必要は全くありません。バフェットはかなり長期的な視点を持ちながら、これまで投資をしたり活動したりしてきました。それは彼の投資手法や判断の中にも現れているものであって、十数年の視野を持って投資すべきだと語っていたりします。そして投資期間を通じて購買力の向上に大きな焦点を当てるべきだとも言っています。これはコロナ禍から続く市場の混乱、つまり大幅な変容だったりとか、ボラテリティの高まり、そういうものに対して焦って行動して、そして常に戦略を変えてしまうような自分たち、そしてそういう人たちにも言えることだと思います。まず経済的安定を築くのは時間がかかるということをきちんと認識すること。それぞれの人生がありますので、それぞれのライフステージの中で様々な困難に直面する可能性も高いです。しかしそのことを1年とか3年とかそういうスパンで考えるのではなくて、もっと10年、20年、30年と長期的なスパンで考えることによって困難に直面した時も正しい選択、そして正しい道を歩み続けることができるはずです。短期的に短絡的に考えず焦らないこと、そして学び続ける姿勢を持つこと。それはなかなか遠回りに思えることかもしれませんが、それが回り回って結果的に近道で永続的な経済基盤を築くことになると思います。そういうわけで今日はウォーレン・バフェットの流儀に基づいて、経済的安定を築くための10のルールについてお話をしてきました。メンバーシップでは自分の経験に基づいたミニマリズムと創作のアイデアを発信しています。よろしければ概要欄からチェックしてみてください。そして毎週土曜日に私の近況報告とサマリー記事を書いたニュースレターを発行しています。そちらは無料で購読できますので、ぜひ購読してみてください。今ならトキマリストになるためのスターターパックが特典としてついてきます。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録を。そしてまた次回もこの何もない部屋に遊びに来てください。それではまた次回の放送で。